回は2024年に私が一番使った時計を紹介しようと思います。いやこれよくある年末企画やないかーい。よく今年一番使用頻度が高かった時計とか使用頻度ランキングを発表する動画を見かけるじゃないですか。それで私もやってみたいなと思いましてこんな動画作っちゃいました。でいつまで2024年引きずっとんねん。はい、というわけなんですけれども、本当は年末にやればよかったんですが、年末用の動画が立て込んでいたのと新年用の動画も立て込んでいたのでこのタイミングになってしまいましたね。まだおとそ気分が抜けてないんでいいんじゃないですかね。それで2024年に一番使った時計なんですけど、私機械式時計に関しては3本使っておりまして、いやこの企画やる割に少な。そうなんすよね。ちょっとこういうのやるのには少なくて見てて面白いのだろうか。そういうところも企画に向いてないんですけど、それはそれとしてこのチャンネルを見ていただいている人ならうすうす感づいてるんじゃなかろうかと思っているんです。どれをよく使っているんだろうって。なので早速発表します。一番使った時計はカルティエのサントス・ドゥ・カルティエです。いやーもう予想通りでしょうね。特に去年は夏さんが夏終わっても頑張ってましたからいつまでも暑かったですよね。だからサントスの出番が必然的に増えてしまったわけでこうなりますよね。それでここからは感想なんかを喋っていきたいんですが、サントスとにかく使いやすかったですね。待てよと。サントスが使いやすいとかサントスの魅力とかはこの動画とかあとはこの動画で散々喋っているので今更じゃないかと。サントスの魅力を伝えたければそっちの動画を見てくださいと言えばいいじゃないかと。じゃあ今回は別のことを話しましょうか。去年散々使い倒して今まさにこの時計について思うことをベラベラやっていこうと思いますが、最近ですねこのビスをモチーフにしたデザインが気になっちゃってるんですよね。このボツボツがですねいいアクセントになっていてサントスらしさを演出しているんですけれども、逆にこれが結構装飾的かなとも思うんですよね。同じカルティエで言うとラブコレクションのブレスレットあるじゃないですか。あれもそうなんですけど若干推しが強いで、ラグスポ全盛の時はギラギラが正義みたいなところがあったじゃないですか。サテンとポリッシュの仕上げを組み合わせてケースに立体感が出ていいと。そこが高級感につながってラグスポらしさになっていたと思うんですけど、で結果的にギラギラした時計が増えましたよね。そんな時は装飾的であってもちょうどよかったんですけど、だんだんとシンプルなデザインの時計がいいなって思ってくるとちょっと装飾が過剰ではないかと感じてきたわけです。これはあくまでも私の感想なので世間的にはまだまだラグスポとかそういうのが強いですし、私もサントスは大好きな時計だっていうのが前提の話です。だから私は別にサントスが微妙だよっていうことを言いたいわけではなくて、むしろ好きなので引き続き推しているわけですが、カルティエすごいなって言いたいんですよね。会話の急ハンドル切っちゃいましたけど、どういうことかというと2019年にサントス・デュモンを出してるじゃないですか。あれがですねここへ来て存在感を増していると思うんですよ。サントスらしいデザインを残しながらドレスウォッチらしく仕立てている。サントス・ドゥ・カルティエは装飾的だとしたらこれからだんだんデュモンぐらいがちょうどいいかもっていう雰囲気になっていくかもしれませんね。もっとドレス要素を多くしたければタンクがありますけど、ちょうどタンクとサントスの間の役割をデュモンが担っていますよね。どのモデルもローマンインデックスとかそういうところが共通していて、一見するとカルティエの時計って似たようなものばかりにも見えるんですけど、よくよく見て噛み砕いていくとちゃんと差別化と住み分けがなされているんですよね。流行り廃りがあって勢いのある時計の本流って時とともに変わっていきますけど、そういう時代の変化に対応できるようにラインナップされている。しかもどのモデルもちゃんとカルティエらしさがある。サントス自体がラグスポの流れにうまく乗れているのでこんなこと言うのもすごく今更かもしれませんが、この辺にカルティエの凄さといいますか長く愛されているゆえんみたいなものを感じますね。ちょっとそんなこと思っちゃいましたね。ちなみになんですけどサントス・デュモンの中身の方の話も少し挟ませてもらいますと、搭載されているムーブメントキャリバー 430MC なんですけど、
ピアジェのキャリバー 430P っていう薄型手巻きムーブメントをルーツにしていて、カルティエプリベとかにも使われているいいムーブメントなんですよね。だから外も中も気合の入った時計なので、なかなかいいのではないでしょうか。サントスの話どっか行っちゃったよ。デュモンの話をしたかったわけじゃないのに。というかどっちもサントスでややこしいわ。なんか去年一番使った時計の話からカルティエいいねっていう話になっちゃいましたけど、まあサントスが使いやすくてすごい使っちゃったよねってことを言いたかったんです、結局のところ。じゃあ最後に取ってつけたようなセリフを放って終わりたいと思いますみんなサントスのカルティエおすすめだよ、ニコ。終わります。今回はというか今回も本編では決して喋れないような話をしていこうかと思いますが、皆さんは喜左衛門井戸ってご存知でしょうか。井戸っていうのは水を汲む井戸のことではなくて、15から16世紀頃に朝鮮半島で焼かれた陶器のことで、喜左衛門井戸は井戸茶碗で唯一国宝に指定されている非常に有名な茶碗なんですね。それでこの茶碗、いわくつきといいますか、いろいろと伝説がありまして、徳川家康による加藤清正の毒殺に使われたとか、あとはそういう呪い的なものがあって所有していた松平不昧が腫れ物を患って死に、その息子もまた腫れ物になったのでお寺に寄進されたとか、まあそういうもののようなんですが、これが国宝に指定されているだけあって実に美しい茶碗なんですね。私は残念ながら実物を拝見したことはないんですが、天下の名器と称されるほどの一品だそうで、一度見てみたいと思っています。それでこの茶碗の銘喜左衛門にも由来がありまして、もともと喜左衛門井戸は17世紀初頭の慶長年間に武田喜左衛門が所有していたんで、この銘になっています。武田喜左衛門は大阪で商人をやっていたんですが、孫っていう馬を引いて人とか荷物を運ぶ人にまで落ちぶれてしまったそうなんですね。なんですが孫になってしまっても喜左衛門井戸だけは手放さずにいて、やがて急死って困窮の窮に死ぬで急死の方ですけど、亡くなってしまったという伝説が残っています。そういった背景のあるちょっと不吉な茶碗ですけれども、この武田喜左衛門のエピソードをこの前ふと思い出して、それで話したいことがあって、普通我々の常識からしたら、そんな立派な茶碗を持っているのであればお金に困ったら売ってしまえばいいと、そう思いませんか？よく時計の世界でもロレックスを捕まえて、困った時はこれを売ればって言うじゃないですか。そう、売ってしまえばいいんですよ。しかし喜左衛門は落ちぶれても手放さなかったんですよね。その茶碗の美しさがそうさせたのはもちろんですが、私が注目したのは喜左衛門の胆力ですよね。落ちぶれたとしてもそれでもなお美に執着する。私にはこれが足りなかったと思って、覚悟がもうね、ぬくぬくしてますわ。ぬっくぬくのほっかほかですわ。つまりですね、この時計いいなとか綺麗だなって眺めて、いつか買えるといいなみたいにやってましたけど、その時間が楽しいことは間違いないんですが、これではいかんと、ちんたらしてらんねえなと思ったんですよ。お金がないとかない袖は触れないとか、そんな次元の話ではないと。落ちぶれようがなんだろうが買うしかないわけですよ、時計を。その覚悟が足りなかったなとはっきり自覚しましたね。やっぱり骨董で言えば、いじるのと鑑賞するのとでは大きな相違があるように、時計も所有するとしないでは違いますし、使うことと鑑賞することもまた違いますからね。欲しいと思った時計があったら何としても手に入れるんだという覚悟が足りなかったと。今年時計を買うぞって散々吠えてますから、気持ちを新たにやっていきたいですね。それからもう一つ、喜左衛門のすごいと思うところは、手放さなかったその茶碗が結果的には国宝になっているわけですよね。目利きも半端なかったと。それで思うのが、私がそこまで駆り立てられるほどの名器に出会えているのかということなんですよね。むしろ私の審美眼がまだまだだねってことなんでしょうけど、長く愛されているものには多くの人の審美眼が織り込まれているなんて言いますから、そういった名作モデルっていうのはもう間違いないと。となればやっぱり修行が足りないんですよね。まあいずれにせよ、そんな尋常な道とは外れたところに到達できるような名器に出会いたいなと思いましたね。今年はですね、そんな勢いで突っ走っていってがっぷり四つで取り組んでいこうと。
そういうことを小林秀夫先生の著書を読んで思いました。はい、以上です。